はいどうも、ベイメットチャンネルです。本日は、オイルウェーブの性能を徹底検証。エレベートビットとアタックカスタム、スタミナカスタムでロットボールと100回戦わせてみた。先日発売されたランダムブースター、ホエールウェーブセレクト。みんなは買っただろうか？何が当たったかぜひコメント欄で教えてくれ。ホエールウェーブの重さは最重量級のフェニックスウィングに並ぶ平均 38g を超える高重量のブレードで、ブレード系もウィザードロットに並ぶほど大きく外重心でもある。側面から見た形状はフェニックスラダーに似た逆台形の形で、覆いかぶさるようなスマッシュ攻撃によって相手の体勢を崩すことに優れているぞ。このブレードを使い、新パーツエレベートビットで40戦、ローフラットで40戦、ボールビットで20戦の合計100回戦で、環境トップのロットボールに対しどこまで通用するのか徹底検証していくぞ。まずはエレベートビット。ウィザードロットのディスクボールに似たガイドのついた特徴的な形状をしている。しかし役割はディスクボールとは異なり、エクストリームラインに乗り上げることによって相手を上から叩き潰すことをコンセプトとして作られている。一般的なビットよりも 1g 以上重いのも特徴だ。軸先には突起があり、ポイントビットのような加速と減速を繰り返すような動きや、持久モードになった場合は広い面の軸先が支えとなり、姿勢保持や最後の粘りでも活躍する今までにはない面白いビットだ。ラチェットについては相手のスタミナが明らかに革命の場合、スマッシュ攻撃は効果が薄かったので16に変更した。高重量のブレードと高重量のビットで重量が上がりすぎて動きが遅くなってしまうため、最も軽く攻撃力アップも見込める160を採用しているぞ。40戦やってみた結果は、ロットボールは31ポイント、ホエールエレベートは27ポイントという結果となった。続いてはローフラット。フラット形状による攻撃的な動きで、オーバーエクストリームフィニッシュを狙い、1ミリ低い攻撃によってバーストも狙えるという攻撃力全振りのビットだ。ホエールウェーブの逆台形の形状によって、より深い角度での斜め打ちが可能となり、なんとブレード上面は角度のついたアッパーバーになっているため、バーストとオーバーが多く発生するのではないかと予想しているぞ。40戦やってみた結果は、ロットボールは39ポイント、ホエールローフラットは15ポイントという結果となった。最後は 960B。ウィザードロットと同じカスタムにすることで純粋な持久力の比較をしていくぞ。ホエールウェーブのブレードは、ウィザードロットに並ぶほど大きく、外重心のブレードのため、高いスタミナの特徴を持っている。しかし逆台形のため、重心が高く、重すぎるブレードは姿勢維持が難しいという2つのデメリットも持っているので、実際の性能を検証していくぞ。
やってみた結果は、エレベートは27ポイント、ローフラットは15ポイント、ボールビットは9ポイント、ということで、バランスカスタムとの相性がいいとわかる結果となった。まず、エレベートビットについては、ビット自体に重さがあるため、重量を生かした8機によって最も多くのオーバー数を叩き出すことができた。エクストリームダッシュを使わないオーバーが多く、8機性能は低くないと感じた。しかし、決して高いと言えないのは、オーバーの多くが回転力の高い序盤に発生しており、中盤以降はビットの形状からエクストリームダッシュの回数が激減してしまう。ローフラットとの違いは、ビット先端の時で高回転状態を長く保つことができたのも要因の一つだろう。そのため、おそらくポイントビットやギアポイントとも相性がいいと予想しているぞ。ローフラットについては斜め打ちの作戦は悪くないと思ったが、予想以上にスコアが伸びない結果となってしまった。今回はバランスの取れた160を採用したが、960にしてもっと角度をつけられていれば、もう少しスコアが伸ばせたのではないかと感じたぞ。しかし、高重量で重心の高いホエールウェーブは、斜め打ちとの相性はあまり良くないようで、スタミナ消費が激しく、大会を想定した目受けと逆走をするロットボールに対しては、単純な攻撃機会が減ってしまっていたのも要因の一つだろう。同じ戦法のドランバスターに弾き性能が大きく劣るので、ラチェット変更でもう少しスコアが伸びたとしても、劣化ドランバスターという位置づけになってしまうだろう。最後にボールビットのスタミナ勝負は予想通り惨敗という結果となってしまった。エアロペガサスでも実証されたが、外重心でも重量が高すぎるとスタミナが低くなってしまう。さらにホエールウェーブは重心も高くバランスを崩しやすいため、ロットボールが多い環境でスタミナカスタムは厳しいと感じてしまった。ぜひみんなのおすすめもコメント欄で教えてくれ。ではチャンネル登録コメントでみんなのリクエストも待ってるぜ。次の動画でまた会おう。アディオス。